翔戦、左が越えない千代の富士。新たな時代の扉を開いた力士がいた。若鷹ブーム。1991年5月場所初日、高花田は横綱千代の富士を下して初金星を挙げ、同年11月場所に若花田が新小結に昇進。若鷹ブームが巻き起こった。両雄の人気はとどまることを知らず、新聞や専門誌はもちろんのこと、女性週刊誌や写真週刊誌にも毎週のように掲載されるほどだった。自分が将来、相撲の世界に入って、父が果たせなかった夢を実現させるんだ。15歳で親子の関係に別れを告げ、兄、若乃花と3階の自宅から2階の大部屋へ降りていった。父は、角界のプリンスと言われた大関貴乃花。父もまた、相撲界の人気力士だった。いよいよ優勝決定戦を迎えました。横綱北の湖か大関貴乃花か、ともに13勝2敗、悲願の初優勝をかける大関の貴乃花。北の湖勝てば4回目の優勝となります。北の湖か貴乃花か、時間いっぱいからなかなか立てません。待った3回、4回目、今度はどうか。下がりをさばく土俵上、勝った。あっと上手を引いた北の湖、右上手を引きました。左四つになりました。貴乃花、左の下手を引きました。北の海、つった釣り上げた。貴残しました。貴乃花、左の下手を深々と取っております。貴頭をつけようとする。右手をつけている貴乃花、右手をつける貴乃花、東を背にして北の海、西を背にして貴乃花、北の海、上手投げ、上手が貴残った。貴乃花残しました。縦光の向こう側を取っている貴乃花、右を回りと引いた。頭をつけた、振り下がった。貴がやった。寄り切り貴乃花、大関貴乃花優勝。悲願の初優勝。貴乃花初優勝を飾りました。大関貴乃花、大関になって15場所目、悲願の初優勝を飾りました。座布団が飛びます。座布団が乱れ飛んでいます。貴乃花優勝、大関貴乃花初優勝です。さらに、この父親には、かつて土俵の鬼と呼ばれていた横綱若乃花という兄がいた。捕まえた、上の中央だ。いいか、呼び戻す、呼び戻す、頭から突っ込んだ二人。初代若乃花につきましては、こちらの動画をご覧ください。生い立ち、甘いマスクと愛されるキャラクター、力士としての実力、そして貴乃花が昭和の大横綱千代の富士に引導を渡したこと、そういった背景が若鷹ブームをより一層加速させていった。1993年3月場所12日目、小結の若花田が宿敵横綱あけぼのに挑みます。座布団が
が待っている。物言いか、物言い、物言いつきましたね。物言いつきましたね。物言いです、物言いです。向こう正面、かいなを手繰りました。来場所からは若乃花。さあ時間です。取り直し2回目。第2首を置いて突き放す。入った。もろ出しだ。食いついた。あけぼの左上手。前に取った。いい格好だ。内掛け、内掛け。あけぼの出た。下手。下手投げ。勝ったのは若花だ。若花が勝ちました。1992年の5月場所前に千代の富士の弟弟子であった横綱北勝海が引退し、横綱空位時代となっていった。そして1993年1月、新たな横綱が誕生した。第64代横綱あけぼの太郎である。横綱空位時代を解消した力士、外国出身初の横綱、そして日本人よりも日本人らしいと、横綱としての品格も申し分なしと高く評価されていた。引退後、相撲人気を高めた貢献者として日本相撲協会から功労金1億円が贈られた。第65代横綱貴乃花。叔父は土俵の鬼初代若乃花。父は角界のプリンス初代貴乃花。若隆兄弟として入門当時からマスコミに注目され続けてきた。あけぼの、海洋などそうそうたるメンツが集まった同期は花の六三組と呼ばれ、貴乃花はこの強豪なライバルたちを抑えて最年少記録を次々と塗り替えていった。そして1994年11月、ついに念願だった父の果たせなかった横綱昇進の夢を叶え、当時の内閣総理大臣に感動したとまで言わせるほどの大横綱へと成長していった。明高両雄の対戦は1990年から2000年までの10年間で42回実現された。戦績は21勝21敗であった。1993年7月場所、横綱あけぼのと若隆兄弟による優勝決定三つどもえ戦。ただいまより優勝決定戦でありますが、その前に抽選により取り組みを決めます。1994年11月場所、千秋楽結びの一番。角界の第一人者の座をかけ、互角の攻防が繰り広げられた。歴史的名勝負と呼ばれた一番。貴乃花寄る。残ったあけぼの。
手投げ、貴乃花もろ差し。明け物夜、貴乃花全勝優勝、2場所連続の全勝、30連勝。2001年1月に持病となった両膝の悪化からあけぼのが突然の引退。同年5月場所14日目に武双山戦にて右膝半月板損傷という大怪我を負った。もはや立つことすら困難なほどの重傷であったにもかかわらず、翌日の千秋楽へ強行出場した。歴史に刻む大一番となったが、同時に横綱生命をかけた一番となった。ちょっと今貴乃花がおかしい、足を引きずっています。行司は式守伊之助、今場所最後の取組であります。貴乃花ちょっとおかしい。こうして待ったです。気持ちが集中しきれないか。3回目。突き落とし武蔵丸あっけなく、結果はあっけなく優勝決定戦ですが、さあ貴乃花もう取れるのかどうか。言ってもいいでしょうね。取ることは取るんでしょうが、ただいまの決まり手は突き落として武蔵丸の勝ち。さあ優勝決定戦です。13勝2敗で並びました。またちょっと膝を気にしています。西方武蔵丸、呼び出しは米吉、行司は式守伊之助、優勝決定戦であります。左の膝には血がにじみ、そして右の膝をまた気にしました貴乃花。もう何か見ているのも胸が苦しくなってきそうな優勝決定戦です。
寺尾が横綱があの状態で土俵に立つんだから少しぐらいの怪我で何とも言えませんという談話がありましたが、ものすごい精神力で土俵に立っています。そういう意味では武蔵丸も今度は勝負しなきゃいけないんですね。男らしくね、もうそういう、相手のことを気遣うこともなし、この2人の優勝決定戦は先々場所初場所以来、あの時も千秋楽で武蔵丸が並んで、そして決定戦では今度は貴乃花が勝ちました。貴乃花復活の優勝でした。しかし今場所は全く状況が違います。貴乃花の膝の状態だけです。ファンの皆さんのために出場すると二子山親方の前で口にしました。今その満員の国技館から貴乃花への大きな声援がいくつも飛びます。優勝決定戦、時間いっぱい。貴乃花は22回目の優勝を目指します。武蔵丸が勝てば9回目の優勝。さあ貴乃花が今度はどんな風に取るのか、取れるのか。まともです。突き起こす貴乃花、まわしを取った、上手を取った。しかし武蔵丸の太い右、気力で上手でやった貴乃花、この顔。貴乃花優勝、なんという結末。大変なことを起こしました。上手投げ貴乃花、ものすごい横綱です。もう信じられないようなことを起こしました。表彰状、内閣総理大臣杯貴乃花光司関、あなたは平成13年5月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名を告し、長く名誉を表彰します。平成13年5月27日、内閣総理大臣小泉純一郎。痛みに耐えてよく頑張った、感動した、おめでとう。朝青龍時代。若鷹ブーム、そして明け鷹時代の終焉。巨大な波が去った後、この静寂を打ち破る一人の横綱が誕生した。2003年1月場所中に貴乃花が引退した同月に朝青龍が横綱に昇進。さらに同年11月、1年前の11月場所から途中休場していた横綱武蔵丸が引退したことで、朝青龍の一人横綱時代となっていった。2002年の11月場所で初優勝をしてから2007年の1月場所までの26場所で優勝回数20回。また、この期間内に前人未到の7連覇を達成。この間に優勝した海王、千代大海、栃東、
白鵬は皆横綱昇進を阻まれた。こうして朝青龍は無敵の黄金時代を築いた。横綱朝青龍はどう取っていくでしょうか。当たっていった白鵬が右が入った。左からの出し投げ、白鵬は残す。朝青龍の引き付け、白鵬残す。出し投げ、白鵬がこらえる。朝青龍が頭をつけた。土俵際どうだ。寄り切り、朝青龍の勝ち。白鵬を退けて10勝1敗。白鵬は敗れて4敗目。朝青龍がこれで4場所連続の優勝にまた一歩前進です。20回目の優勝へ気力充実の朝青龍。待ったをかけたい千代大海。踏み込んだ千代大海、突っ張り、京都大会の突っ張り、相良が横綱腕を手繰った、ついた、突き出しました。朝青龍の勝ち。1敗を守って20回目の優勝にまた一歩大きく前進しました。今日は海洋戦。体を踏み込んでいますが、朝青龍が上手引きつける。朝青龍頭もつける。万全だ。隙がない取り口。上手投げ、上手投げ、出し投げ、送り出し、朝青龍の勝ち。単独のトップを譲りません。12勝1敗。出し投げの連発で魁皇を泳がせて危なげなし。決まり手は上手出し投げです。横綱を少しでも苦しめたいという栃東。踏み込みは朝青龍、まだまわしは取れない。先に栃東。しかし朝青龍、右は下手を引きました。さあ栃東は攻めたい。上手も引いた横綱朝青龍、がっぷり胸が合いました。引きつけて横綱朝青龍の攻め、この厳しさ、吊り出し、朝青龍です。笑いました。朝青龍、ついに大台20回目幕内最高優勝、歴史上5人目の快挙です。今場所も朝青龍に迫る力士はいませんでした。優勝決定戦、勝った方が優勝。
東方白鵬、西方朝青龍、呼出島秀夫、行司は木村庄之助、優勝決定戦であります。また白鵬コール。朝青龍を応援する声も交錯します。北野井さん、はい、白鵬はやはり踏み込んで右四つの形を狙うと思うんですが、朝青龍はどうしますか？どうしてくるんでしょうね。さっきの失敗があるのね、あれになってるか分かりませんがね、どうしてくるのかな、ちょっとね、僕にはちょっと分からんな。まあこうなるとね、もう気持ちしかないですよね。頭を下げていくかもしれないね、朝青龍。なるほど。頭を下げて当たっていくかもしれないね。優勝決定戦、奇跡の復活優勝なるか、4連覇なるか。左が入った、左四つ、右の上手、肩越しだ、頭をつけ朝青龍、右の前回しを取った朝青龍がいい形を作りました。引きつけた、朝青龍寄った、朝青龍寄った、寄り込み、朝青龍奇跡の復活優勝、5場所ぶり23回目、あの貴乃花を超える23回目の優勝、時代を引き戻しました。寄り切って朝青龍の勝ち。もう嬉しさを隠しきれません。朝青龍目が潤んでますね。この一番にかけた朝青龍の思い。白鵬時代。2004年の1月場所から2年半にわたり続いた朝青龍の一人横綱時代。この巨大な壁を乗り越えた新たな横綱が誕生した。来場所はおそらく横綱同士の対戦が見られるでしょう、この千秋楽。今場所の成績はもう関係ありません。壁を越えて全勝優勝か白鵬、朝青龍、先輩横綱の意地を見せるか。さあ夏場所千秋楽結び、
り合いになっている。白鵬も応じている。組み合った。組み合って両者まだ上手は朝青龍上手。朝青龍が上手。白鵬はどうだ。白鵬も上手を引いた。胸があって館内この拍手。引きつけ合いだ。引きつけ合いだ。どうだどうだ。両者の意地が交錯する土俵中央。全勝優勝を目指す白鵬。意地でもこの体勢から勝ちたい横綱朝青龍。引きつける。残った大相撲。まさに新時代を予感させる大相撲。上手を切ろうという白鵬。出し投げ。白鵬全勝優勝。壁だった朝青龍を破って全勝優勝。これで横綱昇進文句なし。誰にも文句を言わせない全勝優勝で綱取りの場所、白鵬締めくくりました。今日は偉大なるお父さん、モンゴル相撲の大横綱ムーフバトさんと、それからお母さんのパメルさんも見ていました。その中で見事モンゴルの先輩横綱の朝青龍を破って見事全勝優勝。第69代横綱白鵬翔。2007年から2021年まで14年4ヶ月間もの長きにわたり横綱を全うした。野球賭博、大相撲八百長問題など不祥事多発の暗黒時代を一人横綱として支え続けてきた。キャリア終盤は荒っぽい相撲が目立つようになり、厳しい批判を受けるようになった。それでも勝利することでしか守れない横綱を最後まで守り抜いた。年6場所制以降、間違いなく最強と評されてしかるべき圧倒的な成績を残した。横綱在位84場所、優勝回数45回、全勝優勝16回、63連勝、7連覇、そして1187勝。自身の相撲道を貫き通した貴乃花の姿勢を胸に焼き付け、昭和の大横綱大鵬を訪れ、5時間に及ぶ対談の中で学びを得て、相撲の神様双葉山を模範として5の線を研究し、そして5の線を極めたと言われる伝説の柔道家岡野勲さんを訪れ、自身が探し求めていた形を持って形にこだわらないという教えにたどり着いた。横綱白鵬は誰よりも勝つことにストイックであり続けた。2019年1月場所中に横綱稀勢の里が引退した時、思い出の一番を聞かれると、63連勝で止められた時ですね。あの時の負けがあったからこそ自分はここまで来れたと稀勢の里に対し感謝の意を示し敬意を払った。立ち合いです。張っていった2本差そうかというところ、身をつぎた箱出ていく木下いました。残った突き放しに行く木下の反撃だ。箱苦しいか、左を差した箱を取っているか、木下と技を取っている寄る木下寄るこう左がすくい投げ、残った足をかけに行く打ち上げに行く箱木下と技を取っている寄り切り、白鵬ついに敗れました。連勝63でストップ。双葉山の記録を超えることができませんでした。稀勢の里がこの白鵬連勝を止めました。なんと白鵬連勝63でストップ。今年の初場所からついた連勝がついに途絶えてしまいました。白鵬が引退するまでの1434回行った取り組みの中で、過去に類を見ない白熱した名勝負となった記憶に残る大一番でお別れしましょう。
切り直し。さあ時間になりました。決戦です。日本中が注目する中で、そしてモンゴルの国の中も大騒ぎだと思います。白鵬でしょうか、朝青龍でしょうか。右四つ、巻き替えた。さあまだ上手は取れない。白鵬上手を取った。白鵬が先に上手を取りました。向こう側で上手を引いています。白鵬下手のがっちり。しかし朝青龍も上手を引いた。引きつけ合い、力比べ、意地と意地の力比べ、がっぷりです。上手を切りにいった。切れない。さあ大相撲になった。もう一度引きつけた。すり上げた。重心が低い。上手投げ。白鵬の勝ち。白鵬優勝。重圧を誇りに変えました。熱戦でした。休場明けの横綱には絶対負けられない、その思いがこの力を生みました。3場所連続6回目の優勝、意地で掴んだ幕内最高優勝です。いい相撲でした。復帰の場所優勝はなりませんでしたが、朝青龍も全ての力を出しました。大熱戦でした。